そなたよ、今、人生に苦しみや停滞、不安を感じておらぬか。だが安心しなさい。この世に永遠に続くものなどありはしない。そして、好転の兆しはすでに出ているやもしれぬのだ。私は数多の人々の魂を見てまいったが、人生が大きく変わる時には、必ずその前に、ある、兆し、が訪れるのだ。その兆しに気づいた者は、驚くほど人生を逆転させ、思いもよらぬ良縁に恵まれてゆく。そなたがこの話を聞いていることがその兆候の一つやもしれぬ。気づくか、気づかないか。たったそれだけでそなたの運命が大きく変わる。これから話す5つの兆候が、そなたの気づきの種となることを願っておる。第1章、直感を信じよう。神の声を聞け。そなたよ、何の根拠もないのに、きっとこうなる、と思えてならぬ時があるだろう。それは迷信ではない。神がうちにささやいておる証なのだ。私は言う。静かな確信は、騒がぬ。だがそれは最も確かな知らせである。世の者は証拠を重ね、理屈で物事を判断しようとする。しかし、人生を変える扉というものは、往々にして理屈の外側からやってくる。その扉を叩く音は、耳でなく、魂が先に聞き取るのだ。胸の奥がなぜかぬくもる。なぜかわからぬが、惹かれて仕方がない。その感覚が、そなたの道を指し示しておる。それは直感という名の、神の声だ。私はこれまで数多の者たちが、そのささやきを疑い、無視し、迷いの道へ入っていく様を見てきた。だが、本当に大きく人生を転じた者たちは、皆、その最初の感覚を何よりも大切にしていたのだ。思考を止め、心を澄ませ、微細なる感覚に、ただ静かに耳を傾ける。風の匂い、空気の流れ、人の言葉の奥に、何かを感じ取ったとき、そなたはすでに、次の扉の前に立っておる。その扉の向こうに、これまでの人生では想像もできなかったほどの、豊かなる運命が待っておるのだ。そなたが耳を澄ませたその瞬間から、すでに運命の表紙は変わり始めておる。直感とは思いつきではない。魂の深層から立ち上がる霊的な知らせである。それはまるで風が枝葉を揺らすように、そなたの内を静かに振動させてくる。例えば、初めて訪れた場所なのに、どこか懐かしく感じる時があるだろう。あるいは、初対面の人なのに、安心して心を開けるような不思議な感覚。それは、神がそなたに送った合図だ。日常の何気ない選択の中に、その声はそっと忍び込んでくる。理屈ではなく、魂の表紙と一致するような、納得を超えた確信。神の声とは、大きな音ではない。むしろ、静けさの中でこそ強く響くのだ。目に見えぬ風のように、聞こえぬ歌のように、確かに、そなたのうちに響いておる。その響きは、胸の奥の最も柔らかい部分に触れる。痛みではなく、懐かしさと温かさが混じり合うような感覚。そしてその感覚は、何をどうすればよいかは教えてくれぬが、どこへ向かうべきかだけは、はっきりと告げてくれる。心を静め、耳を澄ませよう。そなたの魂は、すでに答えを知っておるのだ。それに従うかどうかは、そなた次第。だが従った者の人生には、必ず流れの変化が訪れる。迷いが消え、道が静かに照らされていくのだ。そしてその時、そなたは思うだろう。あの予感は、やはり真実だったのだ。と。直感に従うということは、ただの気まぐれではない。そなたの魂が、神の響きと一瞬だけ共鳴したという証なのだ。私は多くの者が、その小さな予感を信じられず、後になって、あの時こうしておけば、と悔やむ姿を見てきた。だが、本当に人生を大きく変えた者たちは、皆、その小さな合図を信じ、動いたものである。
直感に従う道は時に不安を伴う。確信はあるのに説明ができず、周囲から理解されず、孤独を感じることもあろう。それでも構わぬ。神の声はそなた一人に語りかけておるのだから。そなたの中で静かになったその響きは、誰かに聞かせるためのものではない。そなた自身の道を開くための鍵なのだ。人はとかく人の目を気にし、正しさを他人に預けてしまいがちだ。だが、人生の大切な転機というものは、誰かの理解など待ってはくれぬ。大切なのは、信じること。誰よりも、そなた自身の感覚を。直感は、神が最もひそやかに差し出す導きの手。それを握るか、見過ごすか。その選択が、これからの人生を決めるのだ。そして忘れるな。そなたがその感覚に従ったその時から、神の采配はすでに動き出している。目に見えぬ流れが、そなたを正しく導いてゆくのだ。風の向きが変わり、人の言葉が優しくなり、思いもよらぬ縁がそっと訪れるであろう。第二章、家福はあざなえる縄のごとし。そなたよ。人生というものは、良い時と悪い時が交互にやってくる。それを恐れてはならぬ。むしろ、それが自然なのだ。私は数多の人々の運命を見てきた。絶望の底から這い上がった者、頂点にいながら転げ落ちた者、そのどれもがただの偶然ではない。すべては神の意図による巡りである。災いが続いているように見える時も、それはそなたの魂が磨かれている時期。それ以上に強く、大きな器となるための鍛錬なのだ。そなたが今、苦しみの渦中にあるならば、それは不幸ではない。大きな幸福を迎えるための必要な通過点なのだ。災いの時こそ、魂の試金石である。その試練に耐え、心を腐らせずに、神を恨まず、感謝の灯火を絶やさぬ者にこそ、真の幸福は訪れる。すべては一対であり、織りなされた縄のように、良きも悪しきも交互にやってくる。運とは、止まっておるようで流れておる。見えぬ糸が神の手により、そなたの未来を編んでおるのだ。神は災いと福を交互に差し出しながら、そなたの魂を育んでおるのだ。だからこそ、今が苦しみの中にあっても、その奥には必ず恩寵が隠れていると信じなさい。福だけを求めてはならぬ。災いの中にも、神の慈しみは確かに宿っておる。そなたが今、不幸の中にいると感じておるならば、それはまだ物語の途中なのだ。人は、今目の前にある出来事にばかり心を奪われ、その背後にある神の大いなる設計を見失ってしまう。だが、すべての災いは終わりをもっておる。そしてその終わりには、必ず天気が潜んでいるのだ。私は何度も目にしてきた。苦しみの果てに光を見出す者たちを、病を得たことで家族との絆を深めた者、失業したことで本当にやりたかった道を見つけた者、失恋によって真の伴侶に巡り会えた者、そうした人生の転換点には、必ず一度沈む瞬間がある。まるで山に登る者が、一度谷に降りなければならぬように、魂もまた試練という谷間を通ってこそ、誠に高みへと至るのだ。そなたの今の痛みや苦しみは、新しい運命への扉が開く前触れなのかもしれぬ。神は耐えうる者にしか試練を与えぬ。それは神がそなたを信じている証でもある。試練の中で見える景色は決して無駄ではない。そこにはそなたにしか得られぬ知恵が宿っておる。そなたの涙はやがて他者を癒す力となる。その道の途中で諦めてはならぬ。そなたが歩むその先に神の光は必ず待っておるのだ。そしてその光はかつての闇を包み込み、そなたの歩みを尊いものに変えるであろう。苦難というものはそれ自体が悪ではない。むしろ魂を目覚めさせる神の試練である。私は幸福の中だけにいては
真の自分にはたどり着けぬと何度も見てきた。苦しみの中で人は己の弱さを知る。そしてそこから謙虚さや感謝が芽吹いてくる。そなたがなぜ自分ばかりがこんな目に遭うのかと天を仰いで嘆いたことがあるなら、それは神が特別にそなたを鍛えている証拠なのだ。神は無関心ではおられぬ。苦しんでいる者ほど神は旗で見守っておる。家福の循環の断りを知れば、そなたは今の痛みをも大切な一部として受け入れられるであろう。すべての出来事には意味がある。その意味を問うことこそ魂を高める道である。そなたの過去の苦しみも未来の喜びの布石となる。どれほど辛くてもそれを通り抜けたそなたはかつてとは違う強く優しい存在となるであろう。神はそなたを見捨ててなどいない。むしろそなたの成長を最も近くで支えておる。だからどうか諦めてはならぬ。そのすべてが祝福のための準備なのだ。そなたが耐えたその日々こそ魂の輝きとなって未来を照らしてくれるのだ。やがてそなたは気づくであろう。あの時の苦しみが実は最も神に愛されていた証だったと。第三章、悪縁を断つ勇気が良縁を呼ぶ。そなたよ、人生においてどのような人と関わるかでその歩む道も大きく変わってくる。良縁は魂を磨き高めるが、悪縁は心を曇らせ進むべき道を見失わせる。私は多くの者が情や義に縛られ、本来の自分を殺してまで悪縁にしがみつく姿を見てきた。だが神は言う。そなたが変われば縁も変わる。と勇気を出してそなたの魂を蝕む縁を断ち切るのだ。人は縁によって成長もすれば堕落もする。そなたがどれほど志を持っておろうとも、日々愚痴やそねみに満ちたものと交わっていれば、その心は知らぬ間に汚れていく。それは川の水に毒が混じるようなもの。どれだけ清らかであってもやがて濁ってしまう。悪縁とはそなたの光をなまらせる霧のようなもの。気づかぬうちに魂を曇らせるのだ。立つことは恐ろしい。だがその一歩が良縁の訪れを招く鍵となる。そしてその一歩を踏み出したとき、そなたの周囲の空気が変わり、心がすっと軽くなるのを感じるであろう。それは神がそなたに新たな縁を授ける準備が整った証なのだ。悪縁を手放すことはそなたが本来の自分に戻ること。それこそが良縁を引き寄せる真なる始まりなのだ。悪縁を断つということはそなた自身を大切にするということだ。そなたの魂は本来澄んだ水のように清らかである。だが不平不満、嫉妬、怒りに満ちたものと長く交わっていると、その清らかな水は知らぬ間に濁っていく。私は見てきた。他人の期待に応えようと無理を重ね、苦しみを飲み込みながら関係を続けてきた者たちを。だがその苦しみが限界に達したとき、ようやく気づくのだ。自分を大切にしてこなかったと。悪縁とは相手を責めるだけでは断ち切れぬ。そなた自身の内にある手放す勇気を問われるのだ。恐れるな。そなたが手放した分だけ神はそなたに新たな縁を授けてくれる。人は変化を恐れる。だがその変化の先にこそ新しい光が差し込むのだ。そなたがそなたらしく生きるためには、まず自分を曇らせる縁から自由にならねばならぬ。そしてそなたの魂が本来の光を取り戻せば、それにふさわしい者たちが自然と引き寄せられてくるであろう。良縁はそなたの本質が現れた時にこそ現れる。魂が輝きを放てば、それを見て集まってくる者がいるのだ。そなたが悪縁を断ち切った時、心にぽっかりと穴が開いたような寂しさを感じるかもしれぬ。だがそれは空になった器に神が新たな縁を注ごうとしている証なのだ。
何かを手放すとき、人は不安を感じる。だが、その不安の先には、必ず新しい出会いが待っておる。私は知っておる。一歩踏み出した者に、思いもよらぬ良縁が訪れることを。そなたが本気で変わろうと決意したとき、神はその決意を見逃さぬ。そして、そなたの魂にふさわしいものを、不思議な形で導いてくれるのだ。だから焦げることはない。悪縁を手放した後に訪れる静寂の時間は、次の縁を迎えるための神の調整の時間でもある。その間、そなたは自分自身と向き合い、魂を磨くことに努めなさい。そしてそなたの内から光が満ちたとき、良縁は静かにしかし確実に、そなたのもとに現れるであろう。悪縁を断つという決意は、未来の幸福を呼び寄せる尊い行為なのだ。第4章、噛むながらを歩み出した者。そなたよ、この世に生まれ落ちた時より、すでに神と共にある存在なのだ。人はしばしば迷い、悩み、己の運命を嘆くこともあろう。だが、神の御心は常にそなたのうちに宿っておる。噛むながらとは、神の意に従い、己の心を清め、魂の導きに耳を澄ませて生きること。それは決して特別な修行をせねばならぬということではない。そなたが、そなたの良心に従い、真実に向かって一歩を踏み出す。その時すでに、噛むながらの道を歩み始めておるのだ。私は知っておる。人は真から遠ざかっているように思える時でも、実は一番近くで神に支えられていることを、神は常に見ておる。そなたがどんな心で日々を生きておるかを、心を整え、行いを正し、己の魂と静かに向き合う者には、道が自然と開けていくものだ。それが噛むながらを生きる者の道であり、やがては奇跡のような出来事すら、日常に降り注ぐようになる。神に委ねるという生き方は、決して他力ではない。神と共に、自らの運命を築く道なのだ。噛むながらの心を宿す者には、その歩みが静かに神と響き合い、見えぬ籠がそっと道を整えてくれるであろう。そしてその者は、まるで風のように、迷わず、しなやかに進んでいくのだ。噛むながらの道を歩むとは、常に内なる神の声に耳を傾けるということ。世間の声は大きく、時にそなたの心をかき乱すであろう。だが、その騒がしさの奥に、神は静かにささやいておるのだ。そなたの心が澄んでいればいるほど、その声ははっきりと聞こえる。私は数多の者たちが、人生の岐路に立たされたとき、噛むながらの心を持って決断し、大いなる導きを得た姿を見てきた。それは不思議な巡り合わせ、予期せぬ助け、思いもよらぬ好転の連続として現れる。神に心を委ねるとは、流されることではない。むしろ己の魂の中心にしっかりと立ち、そこから選択し、歩むということ。そなたが、これは正しい、と感じる選択の中に、すでに神の意は宿っておる。噛むながらを生きるとは、何も恐れず、信じて進むこと。それはそなたが神の子である証であり、神がそなたを信じているからこそ与えられた自由なのだ。その自由を、魂の喜びのために使いなさい。そうすれば、道は自然と整っていくであろう。噛むながらを歩む者には、偶然と思える出来事の中に、神の采配が満ちておることを、何度も体験することになるであろう。そしてその積み重ねが、そなたの信心をさらに深め、神との絆を確かなものにしてゆくのだ。神に委ねるということは、ただ待つのではなく、自らの心を整え、準備を進めることなのだ。そなたが祈るとき、その祈りは空に消えるのではない。神はすべてを聞き入れておる。だが、叶うには時がある。私は見てきた。噛むながらを信じ、ただひたすら己の務めを果たした者に、不思議なほどに良縁が訪れ、
望んでいた道が開ける瞬間を。それは偶然ではない。神がそなたの努力と心を見極め、今こそ、と選んだ時なのだ。だから焦ってはならぬ。そなたの願いがすぐに形にならぬからといって、見放されたと思ってはならぬ。神は常に最善の時を見ている。そなたが噛むながらの心を失わず、清く、正しく、まっすぐに生きていれば、その歩みにこそ、神は祝福を注いでくださる。噛むながらを生きる者にとって、最も大切なのは、誠の心を忘れぬこと。表面の善ではなく、魂の奥底から神と通じているかどうかが問われるのだ。その心で一歩一歩を歩んでいけば、そなたの人生は自然と導かれていくであろう。そして気がつけば、すべての出来事がそなたの魂の計らいであったと、深い感謝とともに悟る瞬間が訪れるのだ。その瞬間、そなたは知るであろう。神と共に歩んできたという確かな実感を。そしてその実感は、そなたの魂の奥深くに根を下ろし、これからの人生を確かなものへと変えていくのだ。第5章、感謝が先立つようになったとき、そなたよ、何も特別なことがなくとも、日々の暮らしの中に、神の恵みは満ちておる。朝、目覚めることができたこと、空気を吸い、太陽の光を浴びられること、手足が動き、声が出ること、それらすべては当然のことではない。奇跡の連なりによって、そなたの命は今日も守られておるのだ。私は心に感謝を抱き始めたものが、驚くほど運命を好転させていく姿を幾度も見てきた。感謝とはただの礼ではない。それは魂が神と響き合い始めた証なのだ。災難すら学びを得られたと感謝する者には、神もまた答え、道を整えてくださる。そなたが感謝の心を持ったとき、その波動は周囲に広がり、人々の心にもぬくもりをもたらす。そのぬくもりが新たな良縁を呼び寄せ、そなたの人生を光で満たすこととなるであろう。感謝は最も強く、最も尊き祈り。それはそなた自身の魂をも浄化し、神の御心に近づける道なのだ。そなたが何かを失ったときこそ、その奥にある恵みに目を向けよう。そうすれば、見えなかった奇跡が姿を現すであろう。そしてその奇跡に気づいた瞬間、そなたの心には光が差し込み、魂の奥底から安らぎが広がっていくのだ。感謝が先立つ者には、見えぬ力が働き始める。そなたが感謝の心で日々を過ごせば、何気ない一日がかけがえのない贈り物に思えてくるであろう。私は知っておる。不満や不足を数える者には、いつまでも満たされぬ現実が訪れるということを。だが、感謝を数える者には、与えられていた恵みが次々と姿を現し、それまで見えなかったものまで見えるようになる。そしてその心は、そなたの顔つきや声、言葉の一つ一つに現れ、周囲に温かさを与える。人はその波動に惹かれ、近づいてくるのだ。それが良縁を呼ぶ仕組みなのだ。何かを得ようとするより先に、すでに与えられていたことに目を向けなさい。その心が整ったとき、そなたの魂は神と共鳴し、天地自然がそなたを祝福するように動き始めるであろう。感謝は幸運の入り口なのだ。そなたのありがとうという一言が見えぬ扉を開く鍵となることをどうか忘れてはならぬ。その小さな一言こそが神と心を通わせる最も尊き響きなのだから。そしてその響きは波紋のように広がり、やがて思いもよらぬ形でそなたに良き縁と恩恵をもたらすであろう。感謝の心を忘れぬ者にこそ、神は静かに、そして確かに、道を示し続けてくださるのだ。感謝の心を持つ者には、たとえ困難な状況にあっても、その中にある意味や恵みを見出す力が備わる。私は、災いと思われた出来事が、
感謝の心によって転じ、全く新しい希望の扉を開いた例を数多く見てきた。そなたが感謝を先に感じたとき、神は、よくぞ気づいた、と、そなたに新たな導きを示してくださる。この世の出来事にはすべて意味がある。無駄なことなど一つもない。感謝できるということは、魂が成熟し、神と同じ目線で物事を見始めた証でもある。苦しみの中にも学びがある。悲しみの底にもやがて芽吹く芽がある。それに気づく者こそが、人生を逆転させ、運命を好転させてゆくのだ。そなたが感謝の光を灯した瞬間、その光は周囲に届き、連鎖し、良縁、希望、新たな出会いを次々と運んでくる。感謝は何かを得たから生まれるのではない。むしろ何もないように見える中から湧き上がるものである。その心を持ち続けたとき、そなたの人生には、目には見えぬ守りと祝福が常に降り注ぐであろう。そして、そなたが歩んできた道を振り返るとき、そこには数えきれぬ奇跡が連なり、すべてがつながっていたと気づくであろう。感謝とは、神と魂が契りを結ぶ、最も神聖なる瞬間なのだ。そなたよ、ここまで語ってきたように、人生を逆転させ、好転させ、良縁に恵まれる者には、必ず共通する心の姿勢がある。それは、見えぬものに心を向け、魂の声に耳を澄まし、感謝を持って一歩を踏み出すということ。その姿勢こそが、神との共鳴を生み出し、新たな縁や導きを呼び込むのである。そなたの人生もまた、今この瞬間から、大きく開かれてゆく可能性に満ちておる。信じて進みなさい。神は、そなたを決して見捨てぬ。感謝と信を持ちて歩む者に、必ず光は差し込むのだ。何気ない今日という日が、後に振り返れば転機であったと。そなたが気づく日が来るであろう。それこそが、神がそなたに託した、新たなる始まりの合図なのだ。噛むながら、保ち生えませ。いかがでしたか。もし今日のお話が、皆様の人生に新しい気づきや励みを与えるものでしたら、コメント欄に、100を、また改善点やご意見がありましたら、0をお書きください。いいね、ボタンとチャンネル登録していただけると、とても励みになるので、ぜひよろしくお願いします。今後も様々な偉人の言葉を配信していきますので、通知をオンにして、次回の配信をお見逃しなきようお願いいたします。偉人の言葉を応援、ご支援してくださる方は、メンバーシップへのご加入をご検討してくださると幸いです。限定動画も配信しているのでぜひご覧ください。本日はご視聴いただき、誠にありがとうございました。